おはようございます。昨夜仮眠させていただいたのは北海道北見市国道39号線沿いに位置する道の駅オンネユ温泉。ここは家族連れからドライブ旅行者まで多くの人々が足を止める人気スポットになっています。まず目に飛び込んでくるのは高さ20メートルを誇る世界最大級のからくり時計カムリンです。1時間ごとに美しい鐘の音とともに森の妖精や動物たちが現れ、訪れる人々を幻想的な世界へと誘います。残念ながら夜間や早朝は稼働していないので見ることはできませんでした。こちらカムリンのショップでは地元の木材を使った工芸品や北見名産の玉ねぎを使った加工品が並びます。特におすすめなのがここでしか味わえない白花豆のソフトクリーム。上品な甘さと濃厚な味わいが旅の疲れを優しく癒してくれるんだそうです。道の駅の裏手を流れる向川、そこに架かる橋を渡ると人気スポット北狐牧場があります。ここでは北海道を象徴する狐たちが広大な敷地の中で放し飼いにされています。野生に近い姿を間近で観察できるのはここならではの体験です。今朝の気温はね 6.2 度、めちゃめちゃ寒いです。で、今日はね床暖房を入れてみました。程よい暖かさでね気持ちいいですね。床暖房やっぱり最高です。で、床暖房入れても1時間半ぐらいですかね経ちますけど、電力はねそんなに食わないです。床面積がね非常に小さいのでね200ワットそこそこじゃないでしょうかね。朝食とパソコン作業をするためにやってきたのはスターバックスコーヒー北見キットフロント店。キットってなんだと思ったら北見工業大学のことなんですね。地図に書いてあったとこかな、白樺並木って。北海道っぽいね。はい、次にやってきたのは阿寒摩周国立公園内に位置する天下の絶景とも称される美幌峠。目的地に到着しました。お疲れ様でした。日産のあれやな、窓ちっちゃいな。窓じゃない、上も窓なの。ここはやっぱりでかいか。向こうは温室か。はい、道の駅に到着でございます。展望台に行ってこようと思います。展望台ってどこやろ。何にも建物ないねんけど。行くだけ。建物じゃないのね。さっきの話はね、バスコンはねすごく窓が大きくてね助手席が暑いんですよ。で、たまたまね隣に日産のバスコンが止まってたのでね、そういう話になったというわけです。それでは美幌峠が誇る天下の絶景を見に展望台の方に行ってみたいと思います。
国道243号線の頂上、標高525メートル、そこに日本屈指のパノラマが広がる美幌峠展望台があります。はい、展望台の頂上まで上がってきました。展望台に立つとまず目に飛び込んでくるのは国内最大級のカルデラ湖、クッシャロ湖。圧倒的な青さです。湖の中央に浮かぶ中島を抱きかかえるような雄大な地形、その向こうには今も噴煙を上げる硫黄山や遠く知床連山までも見渡すことができます。旅を続けていると料理をしたりコーヒーを入れたり結構水を使うんですね。せっかくなのでね、地元の美味しい湧き水や名水などを汲みたいなということで、水が汲める場所があればそこで汲むようにしてるんですが、前回行ったニコロ八花公園では湧き水を汲むところがね、もう閉鎖されていて汲むことができませんでした。今回やってきたのは道の駅摩周温泉の道を隔てた向かいにある水汲み場です。ジャージャー出てるね。道の駅の裏庭にも水汲み場があるんですが、そちらは駐車場が離れていてペットボトルを運ぶのが大変なので、こちらの水汲み場にやってきました。うちの水汲み場はね、車が横付けできるし水量もかなり多いのでね、こちらの水汲み場の方がおすすめです。入りの摩周湖として知られる神秘の湖、その周辺には湖の伏流水が湧き出す名水スポットが点在しています。地下約70メートルからコンコンと湧き出るこの水は夏でも驚くほど冷たく、雑味がないまろやかな味わいが特徴です。摩周温泉って書いてあるよ。なるほど。じゃあそれ買いましょうよ。エゾシカバーガーでいいですか？エゾシカホットドッグ高。この前エゾシカバーガーを食べようとわざわざ行った豊富温泉ふれあいセンター、なんとね、臨時休業ということでエゾシカバーガーにありつくことができませんでした。あの日はそれでお昼ご飯お預けになっちゃったんですよね。でもここへ来てね、エゾシカバーガーに巡り合うことができました。唐揚げホワイトご飯余ってんね。エゾシカバーガーと手鹿が豚のポークカツバーガーです。はい。エゾシカバーガー。そしてこちらポークカツバーガー。見かけは一緒です。じゃあちょっとかじってみましょうか。エゾシカかじってみます。ジビエ、つまりね。全然臭みもなく、鹿はね、中身見たことあるけど、
白い牛ね、やっぱり、ジビエ。シシミククトみたいな。で、こっちが、手鹿がポーク。うん。油のとこはね、カリッて揚げてあって、食感もいいし、ポークもうまいね。そしてこれがね、道の駅の裏庭にあるという水汲み場です。森の天然水。クッシーのオブジェ。がっかり。マーライオン以来のがっかりかもしれない。はい、これ皆さん掘ってるのは、これ、湖畔から温泉が出ます。だそうです。砂湯。ぬくい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 どれどれ。あ、ぬくい。あ、お湯やん。入れるぐらいやん。入っていいよへえ。湖のお水はぬるい。ぬるい。へえ。ほらほらほら。海底じゃないわ。湖底からさ、ボコ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 泡が出てるよ。そうよ全体的にああ、この寒いのに泳いでも寒くないわ。そうだったら寒いし寒かったら寒いやろうけどな。すごいねこんなとこに飲める温泉が湧いてんの。温泉入れたもん500個入り400買うだけ280円。し売ってんな。湖の見えるレストラン。この前にクッシーのオブジェがあるということでやってきましたが、昔のマーライオンよりがっかりやったね。はい、がっかりオブジェでございました。湖の砂浜のところ掘ったらお湯が湧くということで、それを見てきました。砂湯っていうところね。そう、その温泉にこう茹でられた卵で変えるとクッシーになるのかな。ということで出発します。およそ300メートル先、目的地は右側です。次の信号。渡って右側。はい、川湯温泉に到着しました。これ何？川湯公衆浴場ですわ。はい。行ってきます。ゆきち川湯公衆浴場ゆきちゆきちさんですか？分かれへん。
のれんをくぐり一歩足を踏み入れると、そこは外の喧騒を忘れさせる温かな記憶の空間が広がっています。まず目を引くのはどこか懐かしい木造りの番台です。かつての日本銭湯文化を象徴するその佇まいは今ではなかなかお目にかかれない貴重な風景です。はい、硫黄山。めちゃめちゃ硫黄の匂いしますね。ほら、硫黄だって。登山になってるけどね。そうですね。裸の山やから、人がおれへんから登山できるかなと思うけど。あれ、この雨が来たのはこの硫黄が関係あるのかな。この辺だけすごい雨降るね。そうなん。硫黄が上がるとそれが核となって雨。じゃない？なんか雨降る右の方向です。核が核があると降りやすくなるよね。雪とかね。雨降らしの爆弾というかあるけど、なんかそうやね。核を入れてバルマグね。およそ400メートル先、左方向です。核といっても核爆弾の核のことではありません。雨粒を形成するのにその中心となる核の話です。18時18分で終わりやから。18時18分で終電やん。何から残業できすぎ残業できひんな。で、朝が6時11。その次8時17。明日電車走るのかな。足のある駅やね。そうね。白樺の。やってきたのはとある駅の駐車場。もうすぐね、終電がやってくるということで、ちょっと見に行ってみることにしました。やってきたのは川湯温泉駅。1936年築の建物で国の登録有形文化財にもなっています。ハーフティンバー様式、柱や梁を外に出す洋風造りが森の風景と見事に調和しています。かつての駅長室は非常に人気の洋食レストランになっています。位置的には屈斜路湖と摩周湖のちょうど間あたりになるんですね。ホームに足湯があるよ。まだ6時過ぎだというのにね、もう終電が行ってしまい、終電？電車じゃないから電じゃないよね。なんて言うんですかね。そして駅前ですごくたくさんの日本酒が揃っている酒屋さんを見つけました。ここで今夜のお酒を買っていきたいと思います。これは、酒蔵がつけるやつやけどね。今日はね、イカ飯。切っちゃいました。ここ切っちゃいましたけど、イカ飯。買ってきました。あれ？そしてね、今日は、
海沿いを行く予定だったんですけど、低気圧が北上中ということで、今夜から明日一日ね、低気圧、バクテみたいな低気圧が北海道を通過するということで、暴風雨になるらしいんですよ。で、台風並みの風が吹くということで、山あいにね、ちょっと避難してきました。それでですね、急遽買い物するところがなかったので、A コープさん、上川じゃなかったですかの JA さんですね、A コープということはね。で、このイカ飯を見つけたので、ちょっとペティみたいな薄い包丁で切った方が良かったかな。これやったら面積がでかいから。このまま乗せます？ちょっとラップが切れてもとことはない？大丈夫？大丈夫やね。はい。このまま乗せますね。はい。切りました。ちょっと切り方が雑であれですけど、ちょっとラップに乗せたままですけど、このままいきますね。これでいいでしょ？はい。今日は昨日の買ってきたこれなんとか餅っていうやつと芋と何？いや、炒めてるんやと。炒め物と、それと昨日のサラダよね。昨日食べきれへんかったからね。で今日はイカ飯と、それからね、これは川湯温泉の駅前でいい酒屋さん見つけたんですよ。全国の日本酒を取り揃えてて、北海道のお酒ももちろんね、たくさん置いてました。酒屋さんの名前何やったかな？酒屋さんの名前は、西沢商店っていうお酒屋さん。川湯温泉駅の駅前のロータリーから2、30メーター行ったとこやね。すぐそこや。すぐそこ。ほんで、カードとかね、電子マネーも全部使えてね、お酒の味もう全部ラベルをつけて、どんな米使っててどこで作られて、そして辛口なのか甘口なのかとか、全部ね、書いてラベルがつけてあって、なかなかご主人もお酒に詳しい方でね、すごいいいお店でした。そこで買ってきました。ここの上川大雪北海道上川大雪酒造株式会社のやつですね。北海道原産の米でアルコール分は 14%、それから辛口というお酒でございます。なんか4年寝かせて。4年寝かせたって言っとったかな。秋上がりというお酒、今日はいただきたいと思います。はい。ちょっと色がついてるね。熟成してるから。熟成してるからね。はい。お疲れ様でーす。ああ、辛口。ほんまや。ちょっとなんかこう、炭酸を感じるような。ピリピリっとしてるね、確かに。美味しい。深い米の味がしますね。そしたら、このイカ飯、ちょっと食ってみましょうか。端っこからいこうか。こんな感じね。中はこれ、イカともち米を炊いたやつかな。っぽいね。こんな感じです。イカ飯ってうまいね。なんかこれどっか有名なとこあったよね、北海道のね。あっちの方の新幹線の駅作ってるとこらへんやったと思うよ。駅前の実際駅のなんとか商店みたいなところで有名なイカ飯売ってて、
早く行かないと売り切れちゃってなくなるみたいな。なんかテレビでやってたような駅弁のとこやね。ああ、そんな感じ。そこのイカ飯とどっちがうまいかは分からへんけど。知らんけどな。私チェックつけたかも、それ。これもちょっといただいてみちゃってよろしい？はい。なんか、お餅。芋、じゃがいも餅？じゃがいもの餅かなんかって書いてあったような気がするね。芋餅って書いてた。芋餅。芋餅。芋の、何これ。芋を、ふわふわに、芋のかまぼこ、芋の練り物だね。ふわふわのじゃがいも。ふわふわのじゃがいも。これ材質一緒やったね。そう、かぶっちゃったね。こっちは炒めたじゃがいも。どっちも美味しいです。おはようございます。今日はですね、朝から大荒れ、台風並みのね、風が吹くということで、山あいのね、風のあまり吹きそうにないあたりに避難してきました。今日はね、どこにも観光にも行けないので、急遽朝からスコーンを焼いてみたいと思います。でスコーンの材料は、小麦粉、砂糖、ヨーグルト、バター、それからベーキングパウダー、これぐらいでできる簡単なやつでいこうと思います。そしたらまずね、小麦粉 100g、 これがね、運よくですね、小麦粉を測れるカップあったんですね。車に乗ってました。キャンプ用のやつですね。そしたらこれで小麦粉 100g、 量りがないのでね、すり切れいっぱいで 100g からバターが 20g なんで、これ線が19本入ってるので、2つ目のところまでカットしたら 20g かな。これはあれか、皮を剥かずに切れということか、裏側には線が見えない。これ電気ついてない、電気ついてませんでした。ここ砂糖はないよな。あるわ。ここで 25g やから、これグラム糖なんやけど、これぐらいかな。そしてベーキングパウダーは小さじ 1.5 やけど、これが小さじ1杯分なんで、半分残してもしゃあないから入れちゃいます。いつもより多めに膨らむだけやと思います。そしてヨーグルト 60g、 ホエイが出ちゃってるんで混ぜてからいきましょう。 60g ってどんなもんかな。これが 500g やから 400g、 これ 400g か。こんなもん、これの半分ぐらいやね。バターを溶かさずに混ぜなあかんから、押し付けて混ぜるしかしょうがない。あ、これレーズン入れようと思っとったんや。レーズン多めで、はい、こんなもんかな。これやね。余熱180度スタート。はい、余熱してる間に
クッキングシート。そしてちょっと生地が柔らかいので、これで持っていきましょう。はい、こんな感じ。とりあえずこれでオーブンが温まるまでしばらく待ちましょう。オーブンの予熱が完了しましたんで、オーブンに入れます。そしたら、20分ぐらいでスタート。あれからね、13分ほど経ちました。だいぶいい匂いがしてきましたね。ちょっと生地が柔らかかったんで、丸い形になっちゃいましたけど、だいぶ出来上がってきましたね。もうちょっと焼いた方が焼き色がついて美味しそうですね。焼けてからね、ちょっと待たないと美味しくないかもしれないんですけど、その間にコーヒーでも落としときましょうか。今日1日分のコーヒーをポットに落としたいと思います。はい、豆が引き終わりました。オーブン20分経ちましたね。だいたい焼けてると思います。こんな感じ。ちょっとクッキーっぽいスコーンになっちゃいましたが、これでちょっとね、冷ましときましょうか。お湯が沸きましたね。そしたらちょっとしばらく蒸らします。コーヒーね。あれ？ミルクが入ってたのね。豆乳入れてます。はい、僕はストレートです。ちょっとスコーンをいただいてみます。パンみたいになっちゃったね。ちょっと生地が柔らかすぎました。うん。外はサクサク。うん。今日までちょっとスポット使ってない。そうやね。強力なかったので、薄力粉しかなかったので、ちょっとパリパリ感が少ない。美味しいわ。うん。はい、再び川湯温泉駅にやってきました。今日はね、暴風のために電車は全て止まっています。でもこの駅の車内にあるレストランオチャードグラスはね、営業するということだったので、昼食を食べにやってきました。中へ足を踏み入れると、そこには鉄道の黄金時代を彷彿とさせる贅沢な時間が流れています。見上げれば高い天井から吊るされた真鍮のシャンデリア、その鋭い黄金色の輝きが室内を暖かく照らし出しています。窓辺に目を向ければ、部分的にはめ込まれたカラーガラスが外からの光を優しく色付け、アンティーク空間に彩りを添えています。この特別な空気の中でいただくのは、3日間かけてじっくりと仕上げられた自慢のビーフシチュー、そしてこちらは人気のチーズハンバーグ。トマトっぽい。そして暴風の中やってきたのは摩周温泉ビラオの湯。ほう。こんにちは。お一人500円。今日はね、雨と風がすごくてですね、どこも行けないので、朝スコーン焼いたんですけど、それに引き続いてチーズケーキを焼いてみます。ほっ
海道の牧場のチーズと牧場のバターと牧場の生クリームを使ってやろうかと思ったんですけど、売ってるところはなかったんで、今日買いに行けそうなところがねないんで、一応北海道産生乳 100% 使用、北海道のバター、はい、北海道の砂糖ね、これは違うね。小麦はしょうがないね。そして北海道じゃないね、イギリスのクッキー、羊つながりということで、イギリスで生クリームも北海道産生クリーム使用ということで、ちょっと牧場で買ったんじゃないけど北海道シリーズ集めてみました。そしたらまずバター 40g、 10、20、30、40、ここやね。そしたらバターはもう電子レンジで溶かします。からクリームチーズ、砂糖、レモン汁入れて滑らかになるまで攪拌します。バター溶かしました。クッキー 80g。 クッキーはねあらかじめ袋の中で潰しといてもらいました。クッキーって言った僕。ごめん、ビスケットです。はい、クッキーじゃないよね。はい、クッキーを敷き詰めました。クリームチーズ 200g 全部やね。はい、入りました。砂糖 100g ここまでです。こんなに砂糖の塊ですよこれ。こんなもん 100g。 はい、そしたら砂糖 100g 入れました。すげえな。レモン汁大さじ2 30g。 大さじ2っていうことは大さじ何 cc やったっけ。 20cc、 15cc。 じゃあ 30cc ということで、こんなにすげえやね。さっき買い物行った時信号停電してたね。今日はね電車がほとんど止まってるし信号は停電してるし、えらいことですわ北海道。ダマダマが伸びるまで混ぜようと思ったら大変やな。常温になってなかったからかな。フードプロセッサーないからね。が滑らかにする。泡立て器やったら結構滑らかになる。空気が入るあるよ。手がだるくなってきた。いつも電動やからな、こんな。んちゃいますの。ここに卵と卵は全卵？卵1個。この殻すっげえ分厚い。A コープの卵。薄力粉 20g、 この辺まで。25g ぐらい入っちゃった。まあええか。200ml ですね。これ全部すげえ量じゃない？入らへんかったらとりあえずびっくりしましょう。ボールがもうこれ以上大きいのがないから、ボールがあるだけ素晴らしい。170度予熱。オーブン予熱開始しました。入りそうやな。じゃあ入れますね。じゃあちょっと予熱まで待機。予熱が完了したので、はい。で、45分。では焼いていきます。とりあえず、じゃあ、焼けるとこまで早送り。もうすぐ焼き上がるっていうところまで飛ばしました。だいぶ膨らんでますね。ベーキングパウダーを入れてるわけではないので。卵と小麦粉。めっちゃいい匂いしてます。焼き上がりました。ベークドチーズケーキ焼き上がりました。プルンプルンやね。本当にね。
これでシューってしぼんでくるんだな。うん。粗熱を取ればね。こんな感じですわ。うまいことできたんじゃないでしょうかね。ね出来上がったチーズケーキね、粗熱だいぶ取れてきました。で、ちょっと膨らんでたんがね、へっこんできて美味しそうに出来上がっております。とりあえずね、ご飯の後のデザートにいただきたいと思います。その前にご飯を作りましょう。晩ご飯。そしたらこれはどこに置いとくかな。外？鹿に食われてまうよ。そしたらね、ちょっと涼しいところに、涼しい外に置いてきましょう。で、外はあかんけど、ハンバーガー台の上に置いてきました。そしてね、今日晩ご飯、北海道産生秋鮭。魚とにかく安いですよね。まあこれはちょっとね、美味しさ倍増シールが貼ってあったんで半額なんですけど、とにかく魚が安いということで、今日は北海道のソウルフードちゃんちゃん焼きを作ってみたいと思います。キャベツ、玉ねぎ、ピーマンをカットする。人参もフライパンこれしかないけど入る？フライパンのね、大きいのがないんですよ。ちょっとほどほどにしとかんと入らへんかも。いろんな野菜があるんで、今日は玉ねぎ、人参皮ついとってもええな。皮の方が栄養があるから皮付きでいきます。そうね、ちょっと少なめにしとかな。きのこも入れます、もちろん。半分ぐらい。そしたらもう酒も切って乗せていきますね。お願いします。蓋がちょっと小さいのしかないので、こうやってアルミで出してます。野菜もだいぶね、火が通ってきたので、ちゃんちゃん焼きのタレ入れたいと思います。かなり濃厚やね、これ。ええんちゃうの？こんな感じですけど。はい。ちゃんちゃん焼きできました。ピザのお皿と裏を使います。完成です。酒、昨日の続きのやつね。残り。これは上川大雪酒造さん、純米酒ですね。乾杯。うまい。ちゃんちゃん焼きをちょっといただいてみますね。うまいわ。味噌やもんね。鉄板とヘラがちゃんちゃんと音を立てるから。そういうこと。ちゃんが豪快に作るから。説がいろいろあるわけね。いや、AI にして訳してるからわかんないですけど、ちゃちゃっと手早く作れるからなどの説があります。具体的な由来は不明。不明なんですね。そうですか。美味しいですか？美味しいです。チーズケーキ今から食べたいと思います。デザートです、今夜の。合わせるのはこれシークレットファミーレ、すごく甘いデザートワイン。じゃあいただきましょうか。デザートベリーの味やね。どう？甘い？めっちゃ美味しい。うまっ。北海道が濃縮されてるね。
でもほんまは牧場のミルクとチーズで作ろうと思ってたのにね、急にこんな台風のような雨で山の隙間の風の来ないところに閉じ込められちゃったからね。で閉じ込められてる間にじゃあチーズケーキ作ろうかって材料を探したら牧場のチーズは見つかりませんでした。紅茶を入れました。今日はちょっと寒いので紅茶にしました。コーヒーやったらねトイレが近くなっちゃうんで。よいしょ。で電力 42% あるということでちょっと寒いので床暖房を入れちゃいましょう。今日はねこの通りもうめちゃめちゃ晴れてます。今日はこれでソーラーパネルから電力が供給されるんで、それと今日はねだいぶ走ると思うんでね、走行充電の方もあるんで電力の方がね戻るんじゃないかと思っております。そしたら朝ごはん出来上がりましたって言うて、今日はコーヒー沸かしただけやね。バナナとからコールスロー、それから昨日焼いたチーズケーキ。今日はいい天気になったので今日は観光できますね。二晩ねここでお世話になりました。ここ結構ね山の谷間になってて風がそんなに吹かない場所かなと思ってね、ここにやってきて避難していました。でもこの状態ですよこれ。もう葉っぱだらけ。モノサートすごいことになってます。これいっぺん水かけたいところですけど、乾いたら取れるかなねえ。ソーラーパネルの上もこんな感じなんでしょうか、ね、ソーラーパネルの上こんなんやったらちょっと発電に影響するかもしれないですね。今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方ではバスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるのと少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。